はい、先行きチャンネルのさきです。ゆうきです。今回は私たちキャンピングカーの忍者というキャンピングカーを契約したんです。行きますか？私たちキャンピングカーを契約したんですけど、はい。納車までに1年半かかるということで、あとそれまでの間車中泊できる車がなくって、一応私たちテスラのモデル Y と3を持ってるんですけど、車中泊できるような仕様にはまだなってなくって、今後ね車中泊旅をしたいなと思ってて、どっちかを車中泊用に改造したいと思います。一回ねモデル Y で車中泊したんやけど、一回したんですけど、結構斜めになっててその時にレベラーも持ってなかったんだよね、すごく寝にくくって全然熟睡できひんかったよね、なのでちょっとそれを車中泊仕様に変えようと思ってます。でそこで3と Y があるので、どっちが寝やすいか。そう、最終的にはキャンピングカーが来たらこのどっちかをもそうねう手放そうかなと思ってて、どちらがね普段使いにも快適で車中泊にも向いてるか、どちらを残すか。まあおそらく大きい方の Y が寝やすいかなと思ってるんですけど、実際ちょっとシートを倒して寝てみて、どっちがいいか見ていきたいと思います。はい、では3から車内の広さを見てみたいと思います。はい。わかるよ。では3からちょっと車内の広さを見てみたいと思います。開口部がね、開口部がちょっと狭くって、Y とは全然違うんですけど、中に入ってしまえば、寝れんこともないかなっていう感じで、今シートが立ってる状態なので、後部座席がちょっと倒して見てみたいと思います。でシートを倒すとこんな感じです。結構斜めになってます。じゃあちょっと寝てみます。だいぶ狭いね。よいしょ。どうでしょ寝れんこともないけど、ちょっと狭いかなって思います。前に比べるとちょっと狭いです。う。どこが狭いんだろう。これの圧迫感がトランクやからもうあるし、ここ結構頭ギリギリなんですけど、身長何センチ？160で足がもうこれぐらい、もう5、6センチぐらいしか。じゃあちなみに足が当たるぐらいまでいったらここだから男性の方はちょっと狭いかもしれない。これは緊張しないと無理だね。頭絶対はみ出ると思います。足にちょっと余裕を持たせたらもう頭ギリギリ。はい、てかもう痛いかも。ここの端っこに当たって、他に問題があるとすれば、問題は横幅的には2人で寝て寝返りは打てるかな。ギリギリ打てそうな感じです。一晩寝れますか？一晩ぐらいやったら寝れそうです。角度は？角度別にこれはきつくないけど、頭は思ってるよりそんなしんどくないけど、足がちょっと下がってるから、そこはちょっとなんかお布団とかで上げたいなっていう感じ。はい、カメラを周辺に合わせてみました。角度は私いつもベッドをギャッチアップして寝てるんですけど。何？キャッチアップ？ちょっと上げて寝てるから、別にそこまで違和感はないかも。でも真っ平らで寝てる人からしたらちょっと違和感あるのかな。トランク側から見た感じはこんな感じです。足をまっすぐにして十分寝れる。そうだね。けど、やっぱりこっちから見ても頭へ行くほどどんどん上がってる。お尻から下はほぼ平ら？いや、ちょっと傾斜してる。なんか腰にちょうど当たるんだよね、この辺が。快適ではないね。寝れんこともないけどね。それで膝立てもできるし。膝がギリギリトランクの上に。足長い人とかやったらちょっとしんどいかもしれない。なるほどね。男の人やったらきついのかな。どうなんだろう。ちょっと寝てみる。はい。2人で寝てみました。ちょっと狭い。寝れなくはないけど寝返り負荷やし。ここが腕がぶつかるね。そうやね。幅は余裕はない。もう当たらずにギリギリ寝れるぐらい痛い。寝返りするとやっぱぶつかるね。できるかなと思ったけど。休憩ぐらいだったら全然いいけど、やっぱり寝ようと思うとシャドウが気になる。斜めになっちゃってる。きつい？なるかな。あとやっぱり身動きがあまり取れないので、身長的には僕が168ぐらいですけど、ギリギリ大丈夫。寝れんこともないけどちょっとしんどいって感じ。そう、仮眠ならいいけど熟睡はできないかなっていう感じで、横の狭さと、膝は立つかな。ギリギリ膝は立つ。ちょっと狭いかな、やっぱり。じゃあ次 Y に移ってみましょう。よいしょ。これ出るのもよっこらしょっていう感じに。はい、ではモデル Y のトランクを開けます。モデル3と違っても開口部がだいぶ広くって、
ここからでも全然入って寝れるような確かに、ね、感じです。さっきのモデル3はトランクだったのに対してモデル Y はハッチバックなんだね。ハッチバック？うん、もう全部がガラスごと開いちゃう。さっきのモデル3はガラスが開かないからそうだね、トランクなんだよね。もうここがガバッと開くからね、後ろからのアクセスができるのは強いね。強いね。はい、ではモデル Y の方もシート倒します。ここやったお姉さんやり直しですはい、では Y の方もシート倒します。こうボタンでね倒れるのがすごく楽だよね。はい、これでガバッと倒れました。ここから寝たらいいなもん。そうだね。こっから入れるからこっから入っちゃおう。もう開放感が全然違います。圧迫感も全然ないし、その角度、傾斜もこっちの方がまだ緩やか。そう。3の方がちょっときついように思うけど、幅も結構ちょっと違う。普通に2人でも全然寝れる。そう。開放感がこっちから見てても。そうね、ここの高さ。まあガラスっていうのもあるけど、結構広々としてて。なるほど。圧迫感はないね。ただ前乗った時にすごい角度が気になってね。確かにね、モデル Y で車中泊した時でもこのわずかな角度が気になってマット引いて、あれ寝袋かぶって寝たんだよね。そう、マットと寝袋がどっちもナイロン素材やから滑っちゃうんです。滑ってどの下へまで行ってしまってそれがちょっとストレス。何回もね夜中起きて熟睡ができなかった。体起こしてもやっぱ楽やね。体起こすのも楽やし。そうだね。ここでこっちから乗り降りできるのが結構楽かもしれない。確かに横から乗るとね。そう、モデル3だとちょっと狭くって、乗り降りするのもちょっと面倒くさくって、こっちの方が楽かな。出入りもしやすいし、角度も浅く、高さも高くて、広さもやっぱ一回り大きいんだね。で寝返りも打てる。2人で寝ても大丈夫そうかなっていう感じ。なるほど。車中泊するならこっちだよね。細かいことやけど足元の段差もないよね。なんていうか。ないこともないけど。この入り口の段差が。それはないね。トランクじゃないからフラットになってるね。それはないね。広いしほんまに寝るんやったら全然こっちの方がいいと思う。角度はそんなこっちの方が緩やかかなと思ったんけど、そんなに変わってない感じ。変わってない感じもするな。カメラで見ててもあんまり角度は一緒かな。そんな変わってないかもしれない。ただ強いて言えばちょっと上のね、なんていうの、開放感がやっぱり上方向の開放感がやっぱそうね、全然違う。届かへんもん。さっきはね全然届いたもんね。届いたけど、実際の寝心地には関係ないけど上の開放感もやっぱりこっちのがあるかな。そうね。はい、おじさんも寝てみます。おじさんあえてこっちから乗るとしたらでも乗れなくはないかな。こう上がほら広いから全然3より乗りやすいかもしれない。ちょっとおじさんも寝て端っこに行ってみて。どうですか？寝れると思う。ここがもうくっつかへんね、腕が。ここがね、さっきは僕右寄りやけど、不自然にしても私左に寄っちゃった。でも全然広いね、やっぱり。広い。ここもさ、圧迫感がないでしょ。こっちも全然圧迫感。強いて言うたら左右の圧迫感だけやね。ここだけやけど。でもこういう風に寝たりしたらね。全然寝れる。全然寝れる。寝れる。ということで、車中泊するならこっちやな。そう。あと柱がないんだよね、ここにね。ここに柱がないのも開放感があって、今空が全部見えてるのがいいね。はい、ということで2台寝てみたんですけど、やっぱり車中泊にするならこっちかなっていう。モデル Y だね。モデル Y に決定ですね。正直運転したり走りはモデル3の方が快適で、峠道とかね、軽快だね。結構車高が低いからやっぱスポーツカーみたいな走りができるのと、やっぱり燃費なガソリン車は燃料やから燃費やけど、電気使ってるから電費なんですね。そう、燃費がやっぱりこっちのがやっぱ殻が大きい分、Y のがちょっと悪い。食うもんな。そう。でも寝てみることを考えたらやっぱこっちやし、あとキャンプ行くことを考えたらこの荷物がね、大容量入る。たくさん入るので、そうね、荷物の出し入れもすっごいしやすいし、開口部がね、でここの下もね開くんだよね。たくさん入る。で前もフランクも開けれるし、たくさん入るし、やっぱこっちかな、アウトドアのこととか。そうだね、それぞれの収納がやっぱりモデル3よりちょっと深かったりするしね、容量が大きい。そうね。残すのはこっちということで。切ない。モデル3良かったんだけどね。さすがにちょっと僕らは3台持ちっていうのはしんどいので、ちょっと無理やね。ちょっとね厳しいかな。
はい、はいでそこで車中泊するにあたってちょっと本をね買ったんだよね。そう車中泊って言ってもここにねマット引いたら寝れるんだけどだけど少しでも快適ね、に、うん平らにしたいっていうのと寝るところをね、うんうんうん、でちょっとまあ収納とかもあったらいいかなっていうのと、収納作れるかななんて引き出しとかいろいろ見てたらね海外の人がうまくやってはるからそうそうそれをちょっと真似したいなと思ってねもう、姉は無理でも近いところまで行けたらいいけどね、でもうほんまにどんな材料買ったらいいかどの材料とか木もどの種類がいいのか全然わからないので、頑張れちょっと本を見てね本を買ってね頑張れカーネルさんと、これはドゥーパさんかな、まあ、DIY のねキャンピングカーを作るっていうような車はい、じゃない本を、本を買いましてはい、でこれを参考にちょっと作っていきたいと思います。でまずは構想だね。この車はまあ今でも寝れるけど、それをどう変えて、まあ、平らにしようということでね結局は斜めなのを平らにして、で木を引くからマットが欲しいんだよね、マットも買うどうするんだろうねマットも買うマットも買うでもほら真四角じゃないから、そうだねうん、だからカットするよあマットをカットマットをカットそうやねマットをできるだけ広く引けるようにする、はい、まあ、痛くないように木の上で寝るのはちょっとしんどいんでそうやな。マット買ってしんどくないようにしてもう今想像もつかないね。どうマットを引くのかつけるのか。でもマットも切れるんかどうかもちょっと分からへんし何買ったらいいかも全然分からへんしご存知のこととか言わはったらねちょっとアドバイスばっかりいただいてますけど、ちょっと知ってるこれね参考になる情報とかは一つでもありがたいので、ね何か、コメントいただけたら嬉しいです。まあ、そのキャンピングカーが来るまでに果たして完成するのかどうか。ちょっと悩んでるのが、うんその5人乗るってなった時にそのベッドキットを収収納しな納。あかんまあそうやね。もう基本的に僕らは2人で車乗るからいいんだけど、誰かが乗るってなった時に、うんお友達が乗る時ねベッドキットを出さなあかん、うんやけど例えばベッドの状態で友人を乗せないといけなくなっちゃった時にそれを一時的にトランク側へ退避できるような構造にしたいよね。そうそうそうトランクにしまえるだから分割してうん、か、まあ、折りたたんで収納できるようにしたくって、うん、そうやね。それもちょっと考えなあかんの。でもその折りたたんで収納するとか分割して収納してうん、それがまっすぐにできるかっていうのがうん、ちょっと難しいところやな。そうやね。あと、まあ、欲を言ったら、うんここの下が開くんだよね。あ、開くから、うんこのベッドキットを組んだ時組んだ時にに収納として使いたいこれをもともと開けといてか、まあ、避けといてかベッドキット組んだ状態でもこの下に直接、寝れるのに下の収納も出したい。まあ、ベッドキット組んだ状態でさここも開けれるようにしたくない？なるほど。寝てる時とかじゃなくってうんなんか収納したい時とか、まあそういうね結構深い収納があるので深いところだとまあ肘かこれぐらい深いんでね結構下確かにすごいなこれ結構下までほんまにほとんどねこれぐらいしかないもうすごい深い。ほんまにね結構深い収う納んがあるんだよね。うんだからそれも活用したいしかつまっすぐなるっていうのをちょっと考えていかなきゃいけないな。めちゃくちゃ難しいよめちゃくちゃ難しいと思う。簡単かなと思ったけどやっぱいや難しいもんな。難しいん違うかな。こればっかりはねちょっとやってみないとわかんない。そうだから試行錯誤の連続になるからひょっとしたらキャンピングカーが先に来ちゃうかもしれないね1年半そんなかかるもうそうしたらもういらんやんやってみますか。はいできるかな。ちょっとだいぶ不安なんですけどまあ雑誌を参考にそやねもう本当に素人やから何も分かっていないので何も分からへんな。何を聞いていいかも分かりません。そうだね、はいまあちょっと頑張ってみよう頑張とります。思いますはい。次は構想をするところかな。そうだね。まず材料買う前にどういう仕組み、採寸もやし、採寸してどうしたいかやな。どうこう片付けるか、どうトランクを開かせるかみたいなところをちょっと考えてみようかなと。というわけでテスラ車中泊 DIY 計画を、はい、始めますうまくいくかわかりませんがね、はい、ちょっと頑張ってみたいと思います。応援お願いします。ではまたありがとうございました。